皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋を指しました対局の解説編をお届けいたします。戦型が相手の方のね、角交換型振り飛車でして、村チャンネル内でも角交換型振り飛車ね、かなりね多く取り上げてきたんですけれどもね、なんかちょっと久しぶりな感じもありますが、今回の、ね、相手の方の角交換型四間飛車非常に硬い美濃囲いだったので、まともにさばき合ってしまうと相手のね美濃囲いの硬さが生きてしまうということで、そういった時のね対応の仕方、受け方、ね、考え方などを今回ね大盤でゆっくり解説していきますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね早速対局の振り返っていきたいと思います。本局は私の先手番で7六歩、3四歩、2六歩、さあここでね、3三角と上がったんですね。この手が一つね、相手の方の注文のね今回ね作戦の一手でして、角交換型振り飛車でいくつかねありまして、もうシンプルになんていうんですかね、後手の方からもさっさと変えちゃう角交換型振り飛車もあれば、本局のように3三角と上がってね、先手から変えさせて桂馬を飛んで指す角交換型振り飛車とね、いくつか類型があるんですよね。実際は本局はね3三角と先手から交換させる角交換型振り飛車と。でね、角交換型振り飛車に対して苦労されてるとね、ちょっと角交換型振り飛車を居飛車で受けるのは苦手だよっていう方は、例えばこの3三角に対してね、実際に3三同角成とね交換したんですけれども、交換せずにね、4八銀とかがあって、じっくり組むって指し方もあるのでね、村チャンネル内で例えば角交換をしないでね駒組みをするっていう指し方も紹介してありますのでね、ぜひぜひねこういった指し方もね、考えて参考にしていただければと思います。もちろん3三角にね同角成っていうのが一番自然ですし、これで悪くなるわけじゃないですからね、角を交換するのも普通の手です。実際3三同角成同桂と、そして6八玉と上がりました。で相手の方が、4二飛車と、回りましてね、これですぐに2二飛車と回りますと一応こう6五角と打ってね両角成の筋が一応あるんですね。この時に4五桂と飛んだ時に4八玉、これちょっと難しいですけど4八玉と6八玉と上がった手がいきまして、両角成の手があるので2二飛車とは回れない形ですね。実際4二飛車と回りまして、4八銀、6二玉、これ囲い合いですよね。7八銀、7二玉、7九玉と、今回私は作戦左美濃ですね、対左美濃の形です。そこで、2二飛車と。玉をねここまで持っていけば、今度はね6五角と打っても4二銀でね、これは何事も起こらないんで、ちょっとね飛車の動きがなんか途中下車しててね、変なように見えるんですけれども、一応理由があるということですね。はい、2二飛車と。で、4六歩、4二銀、4七銀と。そうですね、私の方も2五歩とこの辺でついてしまえばね、また違った将棋になるところでしたね。実戦は4六か4七銀と銀の活用を急いだので、相手の方から2四歩とねここでねついてね、場合によっては後手の方からも2五歩とつけるような形になりました。どちらがいいということもないですね。2五歩と伸ばしておくとかえってこうね2五桂と飛ばれてね、同飛車に、2四歩とね、すぐやるか分かりませんけれども、こうやってね飛車先逆襲する筋があるので、この辺りも作戦の一つですけどね、実際2五歩とつかなかったことで相手の方は2四歩とついてね、私の方も3六歩とついて、さすがにすぐはついてもしょうがないですね。これすぐ2五歩同飛車は同飛車同桂とね強く交換して2一にね飛車を打てば、これはね金取りで金取りを受けたら2五飛車成が絶好の一手なので、ちょっと無理筋ですね。はい、ということで相手の方もここで、3六に対して4四歩とねつきました。そして、3七桂、こうやればね2五歩の筋はね、もう対局編の時も言ったんですけど、もう金とかね保たれてますから、これはお互いにすぐにはね手出しできない格好ですね。で4三銀、そうです、5二金左ですね、すみません失礼しました。で2九飛車、この辺りも難しいですね。単に5八金右とね上がる手もあるんですけれども、本局はねちょっと工夫した指し方ですね。2九飛車と引きまして、で2九飛車に対して4三銀なんですが、4八金とね、これはね実はこう角換わり戦でもよく出てくるんですね。2九飛車4八金型、これね5八に上がる手もあるんですけど、これもねいいんですけど、こう銀上がっちゃった時に3八角と打たれる傷があるので、4八金2九飛車型っていうのは角の打ち込みに備えた形なんですよね。バランスがいいと。デメリットを言うと、ちょっと美濃囲いから金が離れてるんでね、王様は若干薄いということがあります。そして9四歩、9六歩、
8二玉と。さあね、で私の8六歩とつきまして、7二金に7七桂と。まあそうですね、8八玉と入る手もあるんですけどね、まあ居飛車側の方は注意しないといけないのが、振り飛車側と違って角を交換してる時は小瓶ですね。王様がこう入るとこう7六ついたのでね、まあすぐに王手はなんでもないですけれども、王手なんとか取りはね気をつけないといけないんですね。まあ7七桂と飛んでおけばね、まあ、そういったあたりは安心です。で5四銀と上がってきまして、8八玉と曲がってね。さあまあ後手の方もこう着々とね駒組みが進んでるんですが、ここでね4二飛車と、まあこれは非常に積極的な一手でしたね。まあゆっくり進んでいれば6四歩とかついてね、まあ例えば7四歩とついていく、例えばまあ8七銀と上がって7四歩に7八銀と上がってね、まあ8四歩とつくとか、まあ非常にこれはゆっくりした将棋になるんですけれども、まあこれもね一局だったとは思うんですが、ただね先手のこの8七銀から7八金というのは非常にまあポイントの高い手なんですね。場合によってはこうね9八香からね端を攻める手も出てくるかもしれませんし、まあ、何せねこう現状この形ですと若干こう7七の桂馬のね頭が不安定だったりするので、まあ後手のね6四歩からこう歩をついて膨らみを持たせる手も大きいんですけど、むしろこう8七銀から7八金の方が価値が高いと見てね、4二飛車ってのはもうなんていうんですかね、もう自分の方はこの美濃囲いで完成で動いてしまおうというね手なんですね。まあ非常に機敏でね、まあこういう手ができるのが、まあ、今回のオープニングでも言ったんですけど、角交換振り飛車がこう積極的にさせる。普通振り飛車はね居飛車から動かれてカウンターするっていうのがまあ一つの戦い方なんですけど、むしろ自分から動いてしまうという手ですね。そして、4二飛車に対してまあここでね5六銀と上がったんですけど、まあ、5六歩との比較は難しいところでしたね。銀上がる方がこう銀桂でね普通なんですけど、5六歩もあったと思います。一例を挙げますと4五歩には同桂と取ってしまって、同桂に3三角とね、こう同歩ですと同銀と取られちゃうんで、桂馬を取ると後に回して角を打ってねこう飛車をいじめていくような指し方ですね。まあ、例えば4一飛車に、まあ、2二角成とかね、まあ、こういう指し方もねあったとは思います。ただまあ相手に角を持たれ、まあ、例えばね5七角とか3七角とか何かねまあ暴れてくる、あるいは6四8四角みたいなのもありますかね。まあこれは6六で大丈夫かな。まあちょっと先桂馬損するんで怖いですけどね、まあこういった指し方もあったところです。まあ実戦のまあ5六銀の方がまあ手の形としては自然ですね。この時に金がね5八ですとこう角打たれちゃうよって先ほどね解説させていただいたところです。金ここならね大丈夫と。でまあ相手方こっちちょっと長考で6四角取ってきたんですね。もちろんこう4五歩とついてうまくいけばこうやりたいんですが、まあ、例えばですね6六角と受ける手がね反撃の形なんですね。まあ、角打たれて桂馬を取られるわけにいかないので何か受けたいんですが、4三飛車ですと4五歩と取って、例えば同桂なら同桂と取って同銀の時に角を一発打っといたことでね、今ここで歩持ったんですこう歩打つ手があるんですね。これはね先手がうまくいきましたよね。角を一発これ打ってないとこういう格好なんでね、これは止めようがないんですが、角を打ってこうね桂取りをこう受けさせて飛車を置いておけばこう歩を打ってねぴったり受かると。なので4五歩ついてもなかなかうまくいかないと。4五歩6六角に4三金と受けて、今度は4五歩とね歩で取って、まあ桂馬もありますけど歩で取っておけば飛車がね前に進めないということで、実戦はね6四角ということで、ちょっとひねった手ですね。で歩の両取り、まあここで今度こっちが難しいんですが、6六とついたのはね今回私のタイプ、まあこうどちらかを受けて取らしてね指す指し方ももちろんあるんですが、6六とね角を圧迫するルートに行きました。で、まあ、どちらの歩を取ってもねこちらの歩を取っても、まあ、追得ね狙いでしたね。まあこれも狭いですね、角がね取られちゃいそうということで、まあ、実戦4六角こちらの歩を取ったんですが6五歩とねついておいてね、まあどうですかね、これでまあ歩を取ってどっちが得をしたかね、後手は一歩得なんですが角は非常に狭いということでね、まあ、角を逃がすにはこう歩を突きたい。ここの歩はね後手も非常に危険なんですね。一例を挙げますと4七金と上がって7三角と収納した時に8五桂とね飛んで、まあ角にどっか逃げるしかないですけど、それでこう4六角と打たれるとね非常にこれは危ないですよね。まあ王様ね桂馬飛ぶわけに、まあ王様寄ったりして9五歩と使うともいっぺんにねまあ後手の王様危険になるのでね、まあ美濃囲いは硬いんですけれども、この後手のね
こう小瓶の歩が小瓶、いわゆる小瓶、ちょっと小瓶っていう言い方ですかね、7四の歩をついてしまうといっぺんに弱体化することがあるんですね。ですのでできればこの歩は相手の方は突きたくないということですね。はい、なので実戦は動いてて4五歩とね、これはもう角を捨ててもいいから突破をしていきたいという手ですね。はい、で4五歩に対して私は6六角と、この角を保留する手もありましたけど、結構好点の一手なんでね、やっぱ打ちました。で6六角に4三飛車、ここでね、2五歩と突くような手もあったとは思います。実際は4七金とね、角を手堅く捕獲しました。さあこれでね、結構騙し合いのような手順なんですけれども、次にこちらもね、2取るかどうか分かんないですね。何かやってきたら取るよっていう感じの手ですね。例えば6四歩のような手で角を助けたい、そうだったら例えば4六金同歩で、6四歩と取ってね、歩を取ればここに歩を打つような手ができてくるので、なのでとはいえ後手の方も、できれば先手にこの状態で取ってもらいたいんですね。取って同歩となればこの段階なら歩がないので4四に歩打てないんでね。ただ肝心の動かす駒がね、後手は難しいんですね。この歩は先ほど見たようにこの歩は突きたくないと。なのでね、実際3五歩突いたんですけれども、同歩と取られてね、ちょっと困りましたがね、3五歩微妙でしたよね。歩を突かないで何か1二香とか、ちょっと気の利いた手じゃないですけどね、角の利きから避けとくような手で、もうちょっと様子、先手の方ももしかしたら下手したらね、8七銀と上がって銀冠に組み直すかもしれませんけれども、何か待った方が良かったと思います。3五歩と突いて同歩と取られてね、自然な同歩で、同角と取りたいんですけど、同角と取れないで変なんですが、同角ですと3四歩とね、桂取りに打たれて、これね桂馬取られちゃうんでね、ただこれで4四角とか引いたりして、この方が良かったかなと思いますね。4四同角同飛車で、3三歩成とね、桂は取られちゃうんですけど、4六歩とかついて、これでなんとか例えば金が引けば3六歩と打つような感じでね、これはね結構大変だったと思います。もちろん先手もね4四角の時に3三歩成とねこっちを取る手もあるんで難しいですけど、実戦はこの同歩に対して3七角成とね勝負に行ったんですけど、これはちょっと無理筋でしたね。さすがに同金と取って、少し錯覚だったかもしれないです。これでね7四桂と打ったんですけど、7五角とねここに逃げてこの角が捕まんないんですよね。でさすがにね角桂交換でね桂馬が何か取れるわけじゃないので、実際これで4六歩と突いたんですが、これはちょっと寂しいですよね。金取りでつける歩でもないですしね。ここは実戦で見たんだけど慎重にならないといけないのでね、駒得して喜んでね、すぐ3四歩と突くと4五桂と飛ばれて、例えば4六金と上がると3七桂ならずみたいな感じでね、荒らさしてるうちにおかしくなっちゃったとね、飛車金両取りが勝ってね発展がおかしくなるっていうことは将棋にはあるので、ね、気をつけてください。駒を得してる時はね、何も自分からさらに駒を取りに行く必要ないんですよね。4九飛車と相手が攻めてくるところを受けとく、もっと言うと4八歩のような手でもいいってことですよね。もうね駒を解くお腹いっぱいですから、もうねわざわざこんなさらに得しようとすると危ないとね、4九飛車と実戦を回って受けました。ちょっとこれで手がなかったですね。実際に4五桂と飛んだんですが、これもね歩を取っちゃうと取る手もあるんですけどね、3七桂成でね一応桂馬が成られちゃうので3六金と立ちまして、ただねここで相手の方ね8六桂、ちょっとこれ私もねうっかりしたんですけど、これは結構ね、最後の勝負手という感じで、同角なら5七桂ならずあるなりでね敗れますんで、ちょっとね一瞬ヒヤッとしました。私もねこの桂馬飛んでくるってちょっと一瞬ね軽視したんでね、ただ8七銀と丁寧に受けてちょっと駒足んなかったですね。かなりグラッとつきはしたんですけどね、次桂馬をいっぱい取る手があるので実戦は7四歩とついたんですが、17四歩に対して6六角とねあくまで5七桂成を防ぎまして、これでもうちょっと手がね行き詰まりましたね。実戦は5七桂成としょうがないですね。この他の手がないですし取られちゃいけないんで、もうやむを得ない突進なんですが、同角と取りまして4七歩成に同銀とね、4七歩成に4七歩成に同銀とね丁寧に対応しまして、でこれで飛車を切って同飛車に5六銀と打っても4六角がね王手になっちゃうんですよね。これ悲劇ですね。これはね、実戦は
5五銀と出たんですが、これしょうがないですね。銀を使ったんですが、4五歩が冷たい手でして、差し切り状態ですね。手がないですね。4六歩と打ったんですが、同金同銀に同角でね、これが王手になりまして、7三桂とね、受けたんですが、ここでね、5六銀と上がればもう万全なんですけれども、6六桂がね、美濃崩しの本局の決め手ですね。この桂跳ねを8四金と受けても8五歩と打たれると桂馬が動けませんからね、防げないということで、実戦は4五飛車と走ったんですが、7四桂がね、定石通りの美濃崩しの形になりまして、9二玉に8二角と、これでねちょっと受けがないですね。美濃囲いやはりこれ桂馬が来ちゃうとね、もう粘りが効きません。実際8四歩と突いたんですが、9一角成と取りまして、以下は詰みですね。王様上がれば馬を引いて7五銀と打てば詰みです。同玉と取ったんですが、この次の手がね大事ですね。9三香と銀を打っちゃうとね王様で詰みがないんですが、香車を打ちまして、実際はねこの9三香を持って相手の方の投了となりました。以下は9一8一玉か9二合駒しかないんですけど、いずれの手も8二銀と打てば詰みということで投了もやむを得ません。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、将棋を指しました対局の解説編をお届けいたしました。今回のね角交換型振り飛車はね、本当にもう非常にね、プロアマ問わず人気のある戦法なんでね、これを指せばねもう一番いいですよって形もなかなか難しくてね、相手の振り飛車側のね形によって臨機応変に戦うっていう状態にねどうしてもなっていくんですね。本局において言えば、相手が打ってきた角に対する対応のところとなどがねやはり勝敗を分けていきます。相手の美濃囲いがね硬いと見た場合には、まともにさばき合うよりはその角をね抑え込んでいくようなイメージ、活躍させないようなイメージさせていくと、うまくこうね優勢にね持っていくことが多くなるんではないかなと思います。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。